この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。最近こんな疑問をよく耳にします。Twitter のフォロワーを伸ばすには二次創作をすべきと聞きますが、なぜですか？他にはどういうことを気をつければフォロワー数は伸びますか？オリジナルをいくら書いても伸びません。悔しいです。待って待って、落ち着いてください。そんなにいっぺんに色々なことを言われても困ります。そんなたくさんの問題、一度に解決するための解決策。そんなね、都合のいいこといくらなんでもあるんです。はい、ということで今回の動画はなんと Twitter でよくある質問を一気に解決してフォロワーも伸びる、いいねも伸びる、そしてどんどん Twitter を成長できちゃう、そんなとっておきの戦略を紹介します。僕は今でこそ Twitter はあまり積極的には伸ばそうとしていないんですが、2015年から2018年までの間、最初はフォロワー100人台のところから今から紹介する戦略、その考え方を取り入れて、その間にフォロワー数10万人を超えることができました。なので、今回の動画は皆さん一様に再現性があると思います。この動画を見て、そしてその方法を実践していただければ、何やっても Twitter 伸びないんだよね。どうしよう。といったお悩みを解決して、すごいフォロワーもいいねもどんどん増えていく。そんな風に Twitter を効率的に成長させていくための仕組みを知っていただけるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。それではもったいぶらずに本日の結論言っちゃうんですが、Twitter でフォロワー、そしていいねを効率的に獲得していくためにはですね、3H 戦略が重要なんです。3H？ いきなり何？って思ったと思うんですが、大丈夫。順番に分かりやすく説明していきますね。3H 戦略というのは2014年頃から Google が提唱している動画のマーケティング戦略のことです。こういうことを言うと、なんだ、動画のことか。じゃあ、絵描きの俺には関係ないよねって思ってしまうかもしれませんが、焦らないでください。この考え方、実はイラストにもバッチリ転用可能です。なので、まずははじめに動画の 3H 戦略について説明させてください。Google はですね、動画を効率的に伸ばしていくためには、3つの H を意識した動画を発信していくことが大事だよと提唱しています。1つ目はヒーロー動画。2つ目はヘルプ動画。そして3つ目はハブ動画です。この3つの動画をバランスよくリリースしていくことで、YouTube のチャンネルは効率よく伸ばしていくことができるよと言っています。ヒーロー動画というのはどういう動画のことかというと、多くの人々の興味を刺激するための動画。要するに、ねえねえ、これ見てよ、めっちゃ面白い動画だよって思わず人に共有したくなっちゃうようなバズる動画のことですね。猫の可愛い動画だったり、面白ハプニング動画とかがこれに当たるんじゃないかと思います。そしてヘルプ動画がどういう動画かというと、みんなが困っていることに対して解決策を提示するような動画ですね。例えば、引っ越しが決まったらやること10選だったり、上手な収納の仕方5選とかがそうです。そしてハブ動画はというと、発信者がより身近に感じられるような世界観や価値観を意識したメッセージが含まれた動画。ちょっとわかりにくいかと思うので、一言で言うと、もっと自分を好きになってもらうための動画です。モーニングルーティーンとか、あとは視聴者の質問に答える動画など、10分以上の長い動画はこれに当たるかもしれません。この3種類の動画をバランスよく発表していくと、ヒーロー動画でバズを作り、新たな視聴者を呼び込むことができ、一方でヘルプ動画でも検索ワードによって新規視聴者を獲得する。そしてハブ動画で呼び込んだ視聴者に対して価値観や世界観を共有し、そして深くそのチャンネルに根付かせることにつながって、そしてチャンネル登録、リピーターを増やすことができる。これが Google が提唱する動画の 3H 戦略です。ね、結構よくできた戦略目標だと思うんですが、実はですね、この考え方、なんとそっくりそのままイラストに転用できちゃいます。言うならば、イラストの 3H 戦略ですね。このイラストの 3H 戦略を意識してイラストを投稿していくことで、冒頭で紹介したよくある疑問や不安、二次創作ってなんで必要なの？フォロワーを伸ばすための他の手段は？オリジナルが伸びなくて悔しいが、綺麗に解決しちゃうんですよ。どういうことなのか、一つ一つ解説していきますね。ヒ
ヒーローイラストで興味を持ってもらおう。まず最初に解説していきたいのが、ヒーロー動画のイラスト版、ヒーローイラストですね。これはどういうイラストかというと、動画と同じく多くの人々の興味を刺激するイラストのことです。二次創作イラストもその一つです。もうすでに世の中で流行っている漫画やアニメに乗っかって人気キャラクターを描くことで、うおー、この絵かっこいいと共感を生みやすく、多くの人の興味を引きつけることができます。僕の場合にはこういうイラストがその役割を果たしました。これは獣フレンズのイラストですが、こういったその時の人気キャラクターを描くことで注目を集め、たくさんいいねをもらうことができます。ただね、ここでこう思う人もいるかもしれません。それはわかってるよ。でも何度も二次創作を試してみて、そっくりそのままそのキャラクターを描いてみたけど、全然いいね伸びなかったよって。はい。それはそうでしょう。なぜかというと、バズを作るときに重要なもう一つの要素。誰かに共有したくなるような仕掛けを作れてないからですね。それは何か、いろいろ方法はあると思うんですが、僕がおすすめするのは、ずらしですね。二次創作イラストをそっくりそのままの形で描くのではなく、一箇所だけ元キャラクターからずらすことによって、何これってね、見ている人に驚きを与えることを意識するんです。例えばわかりやすい例で言うと、時代ずらしがあります。こちらは、鬼滅の刃の炭治郎のイラストですが、これをこんな風に現代風に衣装をずらしてみる。そうすることによって、うわー、こんな炭治郎もかっこいいねえ、ちょっとこれ見てよ。めっちゃかっこよくない？ほんとだ。ありありのありじゃん。ってね、共感を呼ぶことができるってわけです。実際に鬼滅の刃の現代風アレンジは、すごく流行ったずらしの方法ですね。その他に考えられるずらしは、例えば絵柄ずらしもあると思います。自分がプニッと可愛いチビキャラを描くのが得意だとしたら、頭身が高いキャラをあえて可愛くデフォルメしていっても可愛いと思いますし、逆にね、すごく可愛いキャラクターをリアル調に描いていく。例えばね、すごくリアルなアンパンマンキャラを描いていくことで、うわー、こんなアンパンマン絶対嫌だってね、気持ち悪いっていう共感を呼ぶことだってできると思います。二次創作がなんで必要なのっていう疑問に対しては、これが答えです。二次創作は多くの人に興味を持ってもらい、バズを作ってあなたのイラストを見てもらうためのヒーローイラストに分類されます。だから二次創作はそのためのすごく有効な手段なんですね。でもね、どうしても二次創作はやりたくないっていう人もいると思うんですよ。そもそもそういうものに興味がないよっていう場合、人気キャラを無理して描くのは気が引けると思うんですね。でも大丈夫。二次創作以外にもヒーローイラストは多数考えられます。例えば可愛い動物系のイラストなんかはヒーローイラストに当たると思います。特にね、犬や猫に興味を持っている人は多いですから、そういった人たちの共感を呼ぶようなイラストであれば、バズる可能性はすごく高いと思います。そしてここでもやはり、ずらす意識は非常に重要です。例えばですね、大きさをずらして、あえてね、大きな犬や猫を描いて、そのモフモフに包まれながらね、すやすやと眠る姿を描いても、こういうことしたかった、私もスハスハしたいってね、共感を呼ぶことができるかもしれませんし、ただただリアルに描くのではなく、逆にすごく力の抜けたような絵柄で、面白い仕草を描いて、思わずププってね、笑いを誘うようなものだっていいわけです。例えば、仕事猫とかもね、それに当たるかもしれませんね。例を挙げればキリがないんですが、このように、もうすでにみんなが持っている興味をリサーチして、その興味に対して自分なりの表現をする。それによって多くの人に興味を持ってもらい、自分の絵を見てもらうためのきっかけを作る役割を持たせたイラスト。それがヒーローイラストなんです。ヘルプイラストで信頼を獲得しよう。さて、それでは次にヘルプイラストです。ヘルプイラストを理解するのは比較的簡単だと思います。一言で言うと、問題解決。多くの人たちが困っているだろうことに対して、その解決策を提示するようなイラストですね。例えば僕が作った例で言うと、こんなイラストがあります。これは、イタタブの便利な使い方について説明したイラスト。全部イラストっていうわけじゃないんですが、イラストを使ってみんなが困っているであろう問題に対して、簡単な解決策を提示したツイートです。実際これは、ちょっと正確には覚えてないんですが、何万いいねぐらいされて、かなり拡散された画像だと思います。こんな感じで、ツール系のお悩みに対して答えるヘルプイラスト
ラストでもいいですし、別の例で言うとですね、例えばこれは顔のバランスについて、奥の目を若干大きく描くことによって顔を可愛く描くことができるよというのを説明した画像です。また、同じく描き方を説明した画像でも、例えばこんな風に自負動画にしてツイートしても効果が高いと思います。このように自分が普段考えていることを言語化したり、画像にわかりやすくまとめて伝えることで、お、そんな風に書けばうまくいくのかってね、関心を呼ぶことができますし、何よりもそういうツイートは多くの人たちが役に立てることができる知識になり、情報を発信した人に対する信頼感にもつながります。さっき紹介したバズを作り出すヒーローイラストよりは見てくれる人の数自体は減りますが、困っている人たちをピンポイントで助けるような性質がありますので、見た人があなたに対する興味がぐぐっと上がりやすいのがヘルプコンテンツの特徴ですね。それと例えばですね、こんなのもヘルプコンテンツです。これは以前も紹介した4ページ漫画ですが、僕らがよく抱えてしまいがちな悩み。この漫画では頑張ろうって思うのに三日坊主で終わってしまうというお悩みに対して何度も三日坊主をやればいいんだという解決策を紹介した漫画でした。このように日常の精神的なお悩みに対して答えるのもヘルプコンテンツとして成立します。と、ここまで聞いてこう思った人もいるかもしれません。いや、それは斉藤さんだからできることじゃん。私はまだそんなに経験もないし、そんな解決策持ってないもん。ヘルプコンテンツが効果的なのは分かったけどさ、でも私ができることなんてないじゃん。バカってごめんなさい。怒らないでください。そして心配しないでください。もちろんね、自分に経験があればそれがそのままヘルプコンテンツになる有利性はあるんですが、実はそういうものを全然持っていなくてもヘルプコンテンツって作れちゃうんですよ。それがこれです。はい、これはですね、以前僕がリツイートしたヤズさんのツイートです。ヤズさんは僕が以前動画で紹介した3ヶ月上達法を実際に試して、それについての方法を短くまとめて、しかも自分の体験談、学んだことや反省点、やって良かったことと、これからやろうとしている人に対するアドバイスまでしっかりとまとめているんですね。このように自分自身には今は解決策がない場合にも、自分が良いと思ったコンテンツについて分かりやすくまとめて、それをツイートすることで、みんなにとってさらに多角的な視点で、そのコンテンツに触れることにつながり、非常にね、ありがたがられるわけなんです。そして、あわよくば、その情報を発信した大元の人もですね、今回は僕だったわけですけど、僕がこのツイートを見て、おーすごい、これは分かりやすくまとまっててみんなのためになるな。よし、リツイートして共有しよう。そんな風に拡散に協力することも多いんですね。こんな風に誰かの困りごとに対しての解決策をイラストや漫画、そして短い動画にまとめる。そしてもし今は自分に解決策がなかったとしたら、解決策を提案している人の発言をさらに短くして自分の体験も踏まえてまとめてみる。そうすることでそれを見た人が助かりました。ありがとうございます。なんて感謝をくれて、それがあなたに対する信頼感につながっていくはずです。それが2つ目に紹介したヘルプイラストの役割ですね。ハブイラストでフォロワーをファンに変えよう。ただですね、今紹介した2つのイラストというのは、あくまで役割としては呼び込みです。いくらバズを作り出して閲覧数を増やそうと、ここで終わってしまったら意味がありません。実際ですね、1回だけふとしたきっかけでツイートがバズって通知が止まんない。友達からもね、お前有名人じゃんとか言われて、その日は有頂天になったけど、その次の日には通知が鳴りやんで、気づいたらフォロワー数はほとんど変わらず、一体昨日のは何だったの？夢だったの？なんていう経験をした人多いと思うんですね。なぜそのようになってしまうのか。バズったのに、拡散されたのにフォローはされない。その原因の一つはこれ、あなた自体に対して興味を定着させるためのイラスト、ハブイラストがないからなんです。ハブイラストが何かというと、ハブ、つまりバズって流入してきた人たちとあなたとつなぐ役割を持ったイラストのことです。どのようなイラストのことを言うかというと、最初の疑問にもあったように、あなたの魅力を前面に押し出したイラスト、つまりオリジナルイラストがその一つです。オリジナルイラストは、例えば自分が作り出したキャラクターだったり、そのキャラクターを登場させた漫画だったり、あるいはあなたの世界観を存分に表現した一枚絵、それがたくさん投稿されていることが集まってきた人に対して、あなた自身への興味を抱かせるきっかけになり、何この人のイラストすごい
いいじゃん。次、この人がイラスト投稿した時に見逃したくない。フォローしちゃおうという感情を湧き起こさせることにつながり、実際にフォローにつながるわけなんです。ハブイラストを描くときに重要視する必要があるのは、なんといっても連作することです。連作イラストでもいいですし、シリーズものの漫画でもいいでしょう。連作アニメでも効果的です。僕の場合にはこんな風に、ケイちゃん、ナギサちゃん、田中ちゃんの3人を描いていくことが、このハブイラストの役割を果たしていると言えるかもしれません。もちろんですね、ヒーローイラスト、例えば二次創作の連続だけでフォロワーを獲得していくという方法もあるので、それはそれで一つのやり方だとは思うんですが、ハブイラストがあった方が強いとは思います。なぜかというと、これはよく聞く悩みなのですが、このアニメのキャラクターを描いている時にはフォロワーが増えたのに、違うアニメのキャラを描き始めたらフォロワーが減ってしまった。なんて話をよく聞くんですね。これはなぜかというと、そのジャンルの興味からあなた自身への興味へとフォロワーの興味を移せていないからなんです。ハブイラストを程よく織り交ぜていくことで、フォロワーの興味をジャンルの興味からあなたへの興味へと徐々に持ってくることができ、この人は私に興味を持ってくれているなと、あなた自身の満足感も高めることができます。それがハブイラストの大きな役割と言えるでしょう。と、ここまで聞いて皆さんはこう思ったかもしれません。それは分かったけどさ、でも、オリジナルイラストをいくら描いても、全然いいねやリツイート数が増えないんだよ。いいねが稼げなかったら、正直頑張っても無駄じゃんって、その気持ち、とてもよくわかります。ですが、あえて言いましょう。その考え、完全に間違ってますよ。バズいいねに対する1いいねの重みと、オリジナルイラストに対する1いいねの重み、ひょっとして一緒だって思っちゃってませんか？ハブイラストはですね、新たにフォロワーを獲得する役割の他に、すでにフォローをしてくれている人に対しても、さらに深く表現を届ける役割があるんですよ。皆さんはこういうコメント見たことあるはずです。なんでいいね1回しか押せないの？ 1 万回押したいんだけど！そんな言葉。こういう言葉って一発ネタのバズイラストよりも圧倒的に力を込めたオリジナルイラストに対して寄せられることが多いと思うんですが、それはね、当然なんですよ。だってもともとあなたの表現に対して興味を持っているフォロワーがあなたの絵だからこそ送ってくれたいいね。そのいいねに対しても全然これじゃ足りないってね、気持ちを表明したコメントなんですから。同じ1いいねですけど、その価値が同じわけはありません。実際ね、あなたが何か新しいことにチャレンジするとき、こういうチャレンジをしてみたいんだ。こういう活動を新たに始めようと思う。そういった次のステップを歩もうとするとき、応援するよ。なんなら俺手伝おうか。支援してあげるよ。そんな風に言ってくれるのは、こういったフォロワーです。いや、フォロワーというよりかは、むしろファンと言った方がいいかもしれませんね。もしかしたらね、オリジナルを投稿しても、なんだ、全然拡散されないや。思ったように伸びないし、やめちゃおうかな。なんて思ってしまうかもしれません。ですが、それは全然違います。あなたのイラストを心の底から待っているファンがきっといますし、そのファンが押してくれた1いいねの重み。それは1万いいねにも匹敵するような、いや、それ以上の価値を持っています。ハブイラストの価値は、そもそもイラストを拡散させる目的ではなく、あなたに興味を持ってくれたファンの心に対して、深く、より深くあなたの表現を届けるのが目的です。だからですね、いいねの数が増えなくても、そのことに対して気を病む必要は全くありません。僕もですね、実は一時期そういったオリジナルイラスト、ひょっとしたらね、描いても無駄なのかなって思った時期がありました。そんな時です。斉藤さん、昔から斉藤さんの絵、よく見てます。あの時のオリジナルイラスト、すごく好きなんですよ。そんな風に言ってもらったことがあるんです。もう僕自身も描いた記憶すら忘れている、そんなイラストに対してです。僕はですね、この言葉をいただいてから、すごく考え方を改めさせられました。オリジナルイラスト、描いてもいいんだ。いや、描くべきなんだってね、強く感じさせてもらった瞬間だったんですね。ヒーローイラストで多くの人たちの興味を引き、そしてヘルプイラストで信頼を獲得し、そして集まった人たちに向けてハブイラストで深くあなたの表現を届けて、ただのフォロワーではなくてファンになってもらう。これがイラストの 3H 戦略です。ぜひこの考え方取り入れてみてはいかがでしょうか。以上が今日僕が伝えた
たかったことです。いかがだったでしょうか？この動画が良かったよっていう方は、チャンネル登録、そしてベル通知をオンにしていただけると、次の動画を確実にあなたの元へお届けできます。ぜひ、ベル通知オンの設定をよろしくお願いします。また、Twitter をやっているとどうしても気になっちゃうこととして、こんなことがありますよね。あれ？この人、昨日まで私のことフォローしてくれてたのに、いつの間にかフォロー外されてるんだけど、なんで？私なんかした？そんな時の対処法について紹介した動画。あるある。フォロー外されて悲しい時は〇〇しようもおすすめです。ぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。